ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。レ夢ム。何よ急に。ついに買ったぞ。嘘でしょ。信じられないわ。私の分も買ってくれたの？私の分？エガチャンネルとファミリーマートがコラボした、激辛豚骨ラーメンの話じゃないの？そっちはブリーフ弾監修のイカスミトリプルガーリック混ぜそばしか買えなかったぜ。じゃあ、なんで急に呼び出したのよ。ここは腕時計チャンネルなのを忘れたのか？あたおかたちが集うチャンネルなんじゃないの？そこはノーコメントだ。それで何が買えたのよ？床の間を見て気づかないか？在庫がございました。嘘でしょ。あの箱が見えないのか？本当は並行店で買ったんじゃないの？それは冗談でも言っちゃダメな発言だぞ。だって、マリサは一生買えないと思ってたのよ。私も思いかけてたぜ。それで希望モデルは購入できたの？それは開封してのお楽しみだぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りします。購入のお祝いにチャンネル登録&高評価、たくさんいただけると嬉しいです。もう二度と購入できないかもしれないわよね。縁起でもないことを言わないでほしいぜ。だって、本当のことじゃない。購入するためのヒントも配信していくぜ。多分。ゆっくりしていってね。それで、どこの正規店で購入したの？それは、言えないぜ。どうしてよ？黙秘するぜ。じゃあ、いつ購入したの？それも黙秘するぜ。なんか、怪しいわね。本当に正規店で購入したの？開封動画から購入店舗が特定されて、正規店に問い合わせの電話が入ったり、店舗で直に販売員さんに問い合わせがあった、という話も聞いたことがあるんだ。同じ日にその販売店に行ったランナーさんからしたら、なんで自分に売らなかったんだ、ってなるのね。そういうことも多いから非公表の配信者さんも多いと思うぞ。販売してくれた販売員さんに迷惑をかけたくないわね。提案してくれた販売員さんには感謝の気持ちしかないから、迷惑がかかったら心苦しいだろ。それはそう思うわ。それに詳しく公表しちゃうと、販売員さんには誰か分かってしまう可能性があるだろ。販売した人なら誰に販売したか覚えてるかもね。今後、ロレックスを購入しないのなら特定されてもいいけど、今後も購入したいモデルがあるならリスクになるぜ。どうして？ YouTube チャンネルで公開されてしまうリスクがある人に、わざわざ販売しなくても欲しい人はたくさんいるから困らないぜ。ロレックスは人気があるから在庫不足状態だもんね。だから詳細情報は許してください。話して大丈夫なことはないの？開封動画の後に、正規店で心がけていることを話すので、少しでも参考になることがあれば嬉しいな。じゃあ、さっさと始めましょうよ。そうだな。ワクワクするな。ちょっと、なんでそんなちっちゃい枠でやるのよ。だってテレビが自然じゃないか？なんか、やましいことがあるんじゃないかと思われちゃうわよ。やり直した方がいいかな？当たり前よ。わかったぜ。そうよ、これぐらいじゃないと見づらいわよ。自分で開封しているような気持ちになってくれると嬉しいぜ。モデルも予想して楽しみましょう。正解しても何も出ないけどな。ケチね。なんか、私もドキドキしてきたわ。開封する時のドキドキ感は何回でも経験したいな。きっと最後だから噛み締めて味わった方がいいわよ。相変わらず不器用ね。包装紙が破けたわよ。失敗したぜ。新しい箱じゃないのね。新しい箱だったら嬉しかったな。箱より中身が大事よ。それはそうだ。ちょっとしたタイミングの違いだったとは思うんだけどな。次回の購入の楽しみにしましょうよ。ないかもしれないけど。ぼそっと言わないでくれるか。何をしているの？特定されちゃう書類がないか確認しているぜ。みんなの予想は決まったかしら？もうすぐお披露目だぜ。なんか緊張してくるわね。心の準備はいいかな？いよいよね。シルエットでわかるかな？私はわからないわ。じらすわね。初めてだから、自分でもドキドキだぜ。おいパペかしら？カラーがわからなかったわ。グリーンじゃない。そうなんだ。
ラッカー系が購入できたんだ。よかったじゃない。提案していただけた販売員さんには感謝しかないぜ。サイズはいくつなの？オイスターパーペチュアル41だぜ。一番大きいサイズね。そうなんだ。少し大きいかと思ってたんだけど、腕に乗せたら違和感なかったんだ。グリーンは、ロレックスのコーポレートカラーよね？コーポレートカラーのグリーンダイヤルのモデルは、いつか欲しいと思ってたから、すごく嬉しいぜ。夢が叶ったわね。そうなんだ。でも、ターコイズブルーや、キャンディーピンクを探してたんじゃないの？そうなんだけど、4月で廃盤の可能性もあるだろ？ネットでも噂になっているわよね。それにオイスターパーペチュアル36とは、リファレンスナンバーが違うから、廃盤にならなかった場合は制限明けに再チャレンジできるんだ。それに半年後なら廃盤になってても在庫が残っている可能性もあるわね。可能性は低いと思うけど、ワンチャンあるかもしれないな。購入して正解だったんじゃないの？すごく満足しているぜ。後悔は全くないぞ。めでたく制限民になれたわね。ロレマラできないのは少し寂しいけどな。半年なんてすぐじゃない？お金も貯めないといけないしな。次はどのモデルを購入するか決めてるの？それは制限期間中にゆっくり考えていくぜ。新作発表もあるし、考えている時間も楽しそうね。実際、その時間がすごく楽しいんだよな。そろそろ開封後に話すと言っていた、ロレマラ中に注意していることの話をしましょうよ。みんな知っていることだとは思うけど参考にしてほしいぜ。一つでも参考になればいいじゃない。やっぱり服装には気を使った方がいいと思っているぞ。時計もファッションよね。そうなんだ。だから、販売員さんも自社のブランドをつけてもらうなら、ファッションに気を使っている人につけてほしいと思うんじゃないかな。清潔感が感じられる服装がいいわよね。販売員さんの立場で考えてみるのがいいと思うぞ。他には？並んでいる時や店内ではスマホは絶対に触らないな。転売ヤーに間違われないため？そうだ。意識しすぎかもしれないけど、リスクは極力減らしたいぜ。並んでいる時は退屈よね。そうなんだけど、購入目的で並んでいるからな。どうしてもという人は、以前マイケルさんがアドバイスしていた、タブレットや本を持っていくのがいいんじゃないかな。待ち時間の有効活用も長続きさせるコツかもしれないわね。そういうところもロレマラを続けるのに大事だよな。他にも気をつけていることはある？態度や言葉遣いが横柄にならないように意識しているぞ。人として当たり前なんじゃないの？そうなんだけど、なかなか買えなかったり塩対応されたりしたら、つい、うちの一つも言いたくなる時はあるだろ？気持ちが折れかかってたりしたら言っちゃうかもね。常に平常心で言葉を発する前に深呼吸だぜ。口は災いのもと、っていうし気をつけた方がいいわね。凝ったストーリーを考えて話すよりも、そのモデルが欲しい理由と気持ちをストレートに伝えてるぜ。欲しいストーリーは大事なんじゃないの？本当の話なら問題ないけど、創作だと思われたら、逆効果になって印象が悪くなるぞ。バレちゃうかしら？学生時代にバイク通学禁止なのにバレないと思って、バイクで行って先生に見つかった経験がある人が、大勢いると思うんだけど。そんな人はマリサしかいないわよ。え？普通じゃないのか？全然普通じゃないわよ。言いたいことは、どこに隠したらよいかとか色々考えて、自分では完璧と思って行動してても、同じことを過去に先輩たちがやってきているから、先生たちにはお見通しなんだよな。先生たちは毎年大勢の生徒さんを見てきているからね。ロレックスの販売員さんたちも先生たちと同じだと思うんだ。自分では良いストーリーを話していると思ってても、販売員さんは過去に聞いたことがあるストーリーなのかもね。1日に何十人、月間で何百人の話を聞いているからな。接客のプロだもんね。たまに在庫確認で待っている時に話が聞こえてくるけど、って私でさえ思ってしまう話をしている人もいるな。そんな話を聞くのも面白いんじゃないの？人間観察もロレマラの楽しみ方だな。まだ心がけていることはある？ちょっとずれるけど、事前来店予約は当たらないと思っても、絶対に申し込んだ方がいいと思うぞ。なかなか当たらないんじゃないの？並びも同じだけど、その瞬間は突然やってくるから、絶対に諦めないで申し込んでほしいぜ。申し込むだけなら無料だしね。私も過去に何度か当選して放転しているけど、希望モデルは別にして、提案がゼロだったことはないぜ。当選しやすい曜日や時間はあるのかしら？あくまで私の場合だけど、平日の午後に応募しているぜ。週末は倍率も高そうよね。制限ルールも変わって、購入者全員が制限に入るから、当選確率も以前よりは上がってるんじゃないかな？以前よりチャンスはあるかもしれないわね。最後は諦めないこと。なんだけど、当たり前すぎるから、希望モデルは絞って買えない方がいいと思っているぜ。色々なモデルを伝えすぎると、本当に欲しいのか、疑問を持たれてしまうかもしれないわね。
それもあるんだけど。経験談だけど、誘惑に負けないで希望モデル以外を、断ったことで希望モデルが変えたこともあるぞ。そんなこともあるのね。富裕層なら予算を気にせず購入できるかもしれないけど、一般の人は予算もあると思うぞ。そうね。希望モデル以外を購入した1ヶ月後に、希望モデルに出会っても予算がなくて、断念することになったら悲しいからな。希望モデルに出会うのも、運と縁とタイミングが重要ね。そうだな。あくまで私の考え方なので、参考になる部分があれば、参考にしてもらえたら嬉しいぜ。これが正解というのはないわよね。色々な意見を聞いて自分に合う部分だけ、参考にして自分のスタイルを作るのがいいと思うぞ。みんなが希望モデルを購入できたら嬉しいわね。私も制限が明けたら、また頑張るぜ。今回の小話はいかがでしたか？購入はできたけど、今後も動画は配信していきますので、興味を持ってくれたり、面白いと思っていただいた人は、チャンネル登録&高評価。動画作成の励みになっているのでお願いするぜ。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけたら、すごく嬉しいです。コメントもいただけるとすごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。